二人がついねえかどうかっていうなんか話もあるよね。実際どうなんですかね。お父さん、はい。もう新年明けてから結構おめでたい恒例のね、恒例の熱愛報道祭りが祭りになってるね。いろいろ繰り広げられてるよね。結婚のご報告もたくさんあって。もうだってさ、ヒカキンとかずいぶん前の話みたいになっちゃったもんね。感じますよね。最近も中丸さんだったりとか。ね、びっくりしました。あいね的にその中でも誰があれなの？去年の年末からちょっと話題だった田中みな実さんと亀梨和也さん。そう、知らなかったのよ。知らなかったですか？そう、なんか年末から結構SNS 上では話題だったんですよ。沸騰してた。元旦の結婚報道があるんじゃないかっていうふうにずっと言われてたお二人だったんですよね。基本は皆さん元旦にね、元日に発表するから、一粒万倍日だったね。そう、それでちょっと気にはしていて、こう待ってたんですけど、元日にね、報道なかったなと思ったら真剣交際ということで、お二人が気になるんですけど、二人がついねえかどうかっていうなんか話もあるよね、報道上はね。実際どうなんですかね。違います。残念。バッサリ。田中みな実さんは、まあ本人がどう考えてるかわかんないけど、ちょっと因縁がありまして。因縁？はい。本人はもう覚えてないかもしれません。TBS の番組でサンデージャポンってあったでしょ。一応僕ね、サンジャポンファミリーなんですよ、元はね。でサンジャポンの中で一番最初に、そうですね、僕がやってた頃に田中みな実さんが、青木優子さんの後釜ということで出てきてた時に、俺楽屋で結構うるさくされた記憶があるんですよ。見て。あ、私を見てくださいっていうことで。それで、初めて会ったら、よろしくお願いします、田中みな実ですとかっていうご挨拶あるじゃん。それなく来た？なんかバーンと来て、見てって。俺もすごく不機嫌になっちゃって、泰造君いたでしょ？杉村君がもう同じ時期だったんで、いや、春さん、次の TBS の顔ですから、やってくださいとか言って、余計これで頭にきちゃうね。お前も見ねえよって言って。昔の話ですよ。昔ね。そういうことがあったんですよ。で、まあ僕も絶対見なかったんで、現場に行くたんびにね、ギスギスはしてましたよ。まあ僕もちょっととんがってたんだよね。なんで挨拶ぐらいしろよ、みたいなね。感じありました。今だったらそんなことしませんけど。だけど、その後にね、もう会わないだろうなと思ったら、彼女僕のことあんまり嫌いじゃない方みたいで。何かの番組でまた本人から指名が入って、前田敦子さんと前田あっちゃと、いらしてましたね。そこでまあいろいろとね、僕がロケして、また占いをするみたいにやってあげたんですよ。その時に、カメラが回ってる時の前田敦子さん、カメラが回ってる時の南さんっていうのと、たまたま撮影の関係もあって2時間近く話したんですよ。もうテレビに流れてない部分で。オンエアできない部分が大半だったわけですね。おまけに言えば、もうオンエアできないでした。あ、内容が？内容が。だからまあ、話、まあそれは内容はいいとしても、彼女の性格上ね、相当理想が高い人なんで。まあストイックな方ですよね。まあね、そう見てても思いますよね。ですし、あんだけ理想が高いと男性に対して、亀梨君でも無理かなって感じはします。あとは単純に二人の相性とか運勢を見たときに、ピークは過ぎたなって感じがします。もうですか？はい、もうその前から多分付き合ってるので、もう今逆にどっちかというとケンケンガクガクそろそろこう始まってるし、で亀梨君の方が今運勢悪いんですよ。今ど真ん中悪いので、そういう意味では自分の仕事に関して一生懸命必死になってる時なので、そこで、まあ、ちょっとカマチョの子があるから、宮城さんもね、そういうとこがわーっと騒いでて、ちょっと亀裂が入りかけてるなっていう感じはしますね。誰が見た感じはうまくいきそうな感じするの？亀梨さんのファンの方が、昔多分そのインタビューとかで亀梨さんが語ってた女性の理想のタイプみたいなのに、こう南さんが当てはまってるらしくて、すごく。でそれを見ると、まあなんかこう、二人
亀梨さんが田中みな実さんを選んだのもなんか納得だなみたいに言ってるファンの方がいらっしゃる。僕は亀梨さんの印象すごくいいんですよ。あ、そうなんですか。いい人だなって、会ったことないですよ。うんないけど、いい人だなっていうイメージがある。これテレビ画面を通してなんかこう思うの？はい。亀とかね。それCM ですか？それしか見たことないけど、ただ、そう感じるじゃないですか、そういう入ってくる感じは。間違いない。うまい人だなって感じはしてますけど、まあだから、そういうふうに亀梨君思ってるんだったら逆に、応援したくなるね。亀裂は入ってるかもしれないけど、亀の甲羅ぐらいの亀裂で。それだいぶ危なくない？甲羅がね。ですけどね。そうそうそう。だから多分それは、みなみちゃんもね、みなみさんも大人になってますから、前よりもね。そこは逆にお互いにフォローし合っていけるかな。そう、なんかね、田中みな実さんってもう頭がすごい頭脳明晰な感じがして、だからなんかこう、もう年齢もほら、そうですね。多分、ハルさんと会ってた頃っていうのはもう少しね、若かりし子。私やっぱ今ともイケイケ全然でした。立ち位置が全く違う時ですよね。青木優子さんの後で、まあ、青木優子さんその他報道行ったりとかしたけども、本人もバラエティーの中で終わっちゃったんで。多分必死だったんじゃない？やっぱ自分の立ち位置、テレビとかを通して見てると、本当にすごくいい奥さんになるんじゃないのかなって思うから、なんかうまくいってほしいなって。でも真面目は真面目ですよ。めちゃくちゃ真面目だと思う。人間は真面目だと思う。それは僕は、一緒に話をしててもね、真面目だなと思ったけど理想が高いなっていうところの話なんですよ。まあ理想の高さはね変わらないですよね。でもきっとねもう今の年齢だから学んだかな。もしどっちかって抱擁するかもね、優しく。なんかね、カメ。それしかない今イメージが。そのイメージがね。でも野球のイメージもあるよ。野球もいいんですよね。そうなんだ。そこ逆にわからない。あれですけど。見てると僕は同じジャニーズの方もいっぱい知ってますけど、彼はすごく僕は好青年だなっていう感じがするし、あとはその好青年を超えてやはり地道に人間関係を作っていくだけのそういう強さがある人だから、まあそういう意味ではうまくいってほしいよね。俺今日なんか分かったけど、個人的なことが多いね。結構ね。あるかも。今思ったわ。そうだね。だし、多分、ハルさんの場合は、個人的なことだけど、ほら、全部がある意味入ってくるから、人が、普通一般の人が分かんないところも全部こう、受け止めて感じちゃうから。人間みんないいとこ悪いとこあるからね。そう。でもそれほらね、マイナスは見ないようにするけど。そうやって考えたら、みなみさん真面目ですよ。めっちゃ真面目だと思う、あの方。いい人ですよ。そう。めちゃくちゃ思う。ごめんね。ちょっと言い過ぎたから。俺最初のイメージが強すぎるんだよ。もう多分覚えてないかもしれない。あなたとデーブ・スペクターがうるさかったの。デーブは未だにある。デーブはしつこかったです。逆に気になるんだね、デーブさんとかって。デーブはしつこかった。前もってマネージャーとして聞いていくんですよ。どうしますかって。嫌だって言ったら本人来ましたね、急に。なんでダメなのよとか言って。でもアメリカ人だからね。まあもともとテレビプロデューサーだから、何か僕に感じたかもしれないけどね。だからその時には僕もやっぱりうるさくされて、嫌だった時、タイミング悪かったのかもね、田中みな実さんね。僕はじゃあ応援しよう。ただ、さっき僕が言った、二人の関係性においては、プロとして見てますから言いますけども、ちょっと亀裂は入ってると思うんですよ。そこはね、ピークが、人間やっぱり好きになっていって、ピークがあって落ちてってありますから、でも落ちきるわけじゃないから、また上がっていきますから、そういう意味では今ちょっと少し危ういかなっていうところなんで、まあ、亀梨君とね、二人また僕と一緒にこうやって話をするなら、いいっすよ、3度目の正直だったらすごく褒めますよ。そう、でもなんかね、ワンちゃんを飼うようになってね、みなみさんもすごく愛情のかけ方がこう。でも大人だったかもね。そう。以前よりはね。だと思います。若い時はね、まあみんなそうですね。若い時はね。じゃあお二人の幸せを願ってね。もしお二人、一緒にいらっしゃるんだったら私やりますよ。ただツインレイではないけれどもってことですね。ツインレイではないですね。ツインレイではない夫婦もたくさんいます。いますよ。ほとんどがツインレイじゃない。少ないんじゃない？間違いない。そのツインレイって何？皆さん気になられる方多いからね、一応取り上げてみました。